本当にワンピースの悪魔の実みたい。皆さんこんにちは、ともみです。今回は JLPT の N2 以上を持っている方にぴったりな動画を作りましたが、自然なスピードで話すので聞き取れなかったら速さを変えたり元に戻ったりしてみてください。難しい日本語も出てくると思いますので字幕を見ながら楽しんでもらえたら嬉しいです。中国語の字幕と日本の字幕はもともとつけましたが、他の英語とかベトナム語など他の言語の字幕が必要な場合は上の CC からつけてみてください。今日は台湾に住んでいる友達から日本ではあまり食べる機会がない珍しい果物をいただいたので紹介したいと思います。じゃあ早速箱を開けてみましょう。ちょっと待ってください。結構硬いですね。はい、袋に入っていたので開けてみました。見てください。本当にワンピースの悪魔の実みたいですね。完全にワンピースの悪魔の実です。これは日本語でパイナップルシャカというフルーツです。中国語はフォンリー、フェイジャかな？間違っていたらすみません。調べる限りこれは日本ではあまり売られていないフルーツで、最近唯一業務スーパーというスーパーに冷凍で売られているそうなんですが、私はあまり業務スーパーに行かないので日本では他で見たことがありません。10年前に友達と一緒に台湾を一周するツアーに参加した時に花蓮の道でたくさんシャカトを売っているのを見て買って食べたことがあるんですが、これはちょっと見た目が違いますね。シャカトウの方がデコボコがはっきりしていた感じがします。はい、ではパイナップルシャカについてもう少し詳しく調べてみました。パイナップルシャカは、シャカトウとチェリモヤというフルーツを合わせてできたものだそうで、日本ではアテモヤ、これはアテモヤとも呼ばれているそうですね。業務スーパーではアテモヤという名前で売られているそうです。はい、台湾では主に台東、台東で育てられていて、収穫は12月から4月まで。じゃあ今2月ですからちょうど今が旬ということですね。はい、次です。次は糖度、甘さのレベルについて調べました。糖度は18度から25度。メロンよりも甘いそうです。はい、そして栄養。大きさが似ているリンゴと比べてみます。とても甘いのでカロリーはリンゴより高いですね。体の塩分を外に出したり血圧を下げたりする効果があるカリウムが多く含まれていますね。疲労回復効果はリンゴの14倍らしいです。14倍？ちょうど私は先日スノーボードに行ったばかりで全身痛いので今の私にぴったりのフルーツですね。話してるうちに食べられるようになるかなと思っていたんですが、まだ完全に凍っていて食べられそうにないので、もう少し時間が経ったら食べてみましょう。はい、では1時間経ったので切って食べてみたいと思います。こちらの箱の中に一緒に入っていた紙には室温で30分放置してから食べてくださいって書いてあるんですが、多分今私が住んでいる地域はすごく寒くて今日も雪が降っているのでかなり時間がかかったかなと思います。はい、じゃあ柔らかくなっているので切ってみましょう。わあ、黒い種がいっぱい入っていますね。多分半分凍っている状態かな。美味しそう。
じゃあ私はここに書いてある通りメロンのように切って食べてみようかな。あ、半分に切ってスプーンですくって食べるって書いてありますね。じゃあこのままスプーンですくって食べてみましょうか。わあ、どうかな。あ、結構まだ硬いかもしれませんね。わ、種いっぱい入ってますね。じゃあいただきます。すっごく甘くて美味しいですね。甘くて美味しいって普通の感想だけど、でも本当にすっごく甘くて美味しい。なんだろう、なんかなぜかわからないんですけど、抹茶プリン、美味しい。なんか私はもっと筋とかが入っていて食べにくいのかなと思ってたんですけど、かなりクリーミーで濃厚ですね。濃厚で美味しい。すいません、やっぱり美味しいものは美味しいうちに食べた方がいいと思うので、ちょっと食べさせてください。ごちそうさまでした。いや、本当は食べながらいろいろコメントをしようと思ったんですけど、美味しくてつい食べることに夢中になりすぎて言葉が出てきませんでした。やっぱり南国のフルーツなだけあって、マンゴーとか、パパイヤとか他のフルーツに感じるような渋みがちょっとありましたね。あ、やっぱり南国フルーツなんだと思いました。抹茶プリン、私が食べた時に抹茶プリンみたいと言ったのはそういうことです。抹茶のようなちょっと上品な渋み、すっごく甘い中に上品な渋みがあって、だから甘い抹茶プリンのような感じがしたんですね。日本のどのフルーツに似てると思いますか？日本のフルーツにようななんか渋みとか感じるフルーツってあんまりないんですよね。やっぱり南国のフルーツならではの渋みだと思います。強いて言うなら柿かな。柿じゃないですよ。柿は海の食べ物です。柿は果物です。柿っていう感じかな。でも甘いライチと美味しいドリアンの間っていう感じもしましたね。ドリアン、なんかすっごく美味しいドリアン、濃厚なドリアンをちょっとだけさっぱりさせた感じかな。濃厚な感じは日本のフルーツにはないですね。やっぱりこれはパイナップルシャカならではの味だと思います。最後に今日の動画で出てきた表現を一部少しだけ確認しましょう。だけあって、この文法は A だからもちろん当然 B だと言いたいとき使います。文法の形を確認しましょう。動詞の普通形、い形容詞とな形容詞、名詞プラスだけあってという形で使います。例文です。このレストランは評価が高いだけあって何を食べても美味しい。このレストランは評価が高いだけあって何を食べても美味しい。おじいちゃんは毎日運動しているだけあって90歳ですがまだまだ元気です。おじいちゃんは毎日運動しているだけあって90歳ですがまだまだ元気です。はい、では練習しましょう。男の人は家族の誕生日を祝うために高級なホテルに泊まりました。高級なホテルですから当然サービスが最高で感動しています。では文を完成させてください。いいですか？
まだできてない人は一旦動画を止めて考えてみてください。では答えを見ます。高級なホテルだけあってサービスが最高です。高級なホテルだけあってサービスが最高です。はい、では次の練習をしましょう。リサさんは5年間イギリスに住んでいました。ですから英語がペラペラです。はい。ではまた文を完成させてください。はい。ではまた、まだ考えたい人は動画を止めて考えてください。では答えを見ます。リサさんは5年間イギリスに住んでいただけあって英語がペラペラです。リサさんは5年間イギリスに住んでいただけあって英語がペラペラです。はい。では次の文法を見ましょう。ならではを練習します。ならでは。意味。A だけができる特別なことだ。A だけが持っている特徴だ。と言いたいとき使います。いい評価をするときに使う文法です。では文法の形を確認しましょう。名詞プラスならではのプラス名詞だ。または名詞プラスならではだという形で使います。例文です。この味は南国のフルーツならではです。この味は南国のフルーツならではです。納豆は日本ならではの食べ物です。納豆は日本ならではの食べ物です。では練習しましょう。この男の人は旅行中です。東京に住んでいますから都会では見られない景色を見て感動しています。ではまた文を完成させてください。少しヒントを出します。最初の線の部分には都会の反対の言葉が入ります。では答えを見ましょう。これは田舎ならではの景色です。これは田舎ならではの景色です。では次の練習をしましょう。台湾に住んでいる方は中秋節の時バーベキューをするそうですね。日本人は中秋節の時バーベキューをしません。これは台湾だけの特別な習慣です。はい、ではまた上のヒントを見て文を完成させてください。はい、このヒントを見て文を完成させましょう。では答えを見ます。中秋節の時、バーベキューをするのは台湾ならではです。バーベキューをしますのマス形を普通形に変えてのをつけると名詞になります。中秋節の時、バーベキューをするのは台湾ならではです。皆さん、ここまで見ていただいてありがとうございます。楽しんでもらえていたら嬉しいです。次も楽しく勉強できるような動画を作りますので、また見てもらえると嬉しいです。ではまた会いましょう。またねー。